追いガツオといって、今回は醤油とみりんを、米ぬかでねアク抜きをした方がたけのこのアク抜きということで、今日はたけのこですね。たけのこの、下処理アク抜きの仕方と、下処理したたけのこを使って若たけ煮というたけのことわかめの煮物があるんですけれど、若たけ煮の作り方とこの後紹介するんですけれど、これたけのこって根元とね穂先とで若干食感が異なるので、穂先の部分は、若たけ煮にしまして、根元の部分はね、醤油焼きみたいなものを作ろうかと思うので、醤油焼きの作り方を紹介しようかと思います。でたけのこは穂先を切り落として厚い皮を剥いて、こういった感じでね、頭に縦に包丁を入れて、この状態から米ぬかで茹でてアクを抜きます。最初に思うのはこの穂先をどの程度切り落とすのかということだと思うんですけれど、だいたい長さの2割から3割程度、この部分は切り落としてしまって構いません。結構硬いので、出刃包丁でやってもいいぐらいの硬さはあるので、なかなかね力を込めて切らないと切り落とせなかったりしますね。お先もったいないと思うかもしれないんですが、剥いていけばわかるんですけれど、剥けども皮が出てくると、結構ね思い切って切り落としたところで、そこまでね食べる部分はないので、ここまで剥いてね、こういった具合にこの硬い皮が残っているので、こんな感じでね、思い切って切り落としてしまって構いませんと。ちなみに、本日は2月の1日なんですけれども、たけのこってね結構3月4月のイメージが皆さん強いとは思うんですが、東京のね市場には1月からもう鹿児島産のたけのこが並び始めまして、で2月にもなれば宮崎だとか福岡だとか、主に九州なんですけど、このぐらいのね小さいサイズのたけのこが出荷され始めると。なのでね、和食屋さんなんか行くと結構ね1月あたりからたけのこを使った料理を出してくれるお店もあったりしますかね。これ桜前線と一緒で、どんどんね暖かくなるにつれて、たけのこも北上して産地が移っていくと、そういったイメージですかね。1月末だとか2月に、国産以外でも中国産のたけのこなんかも出回ったりしまして、たけのこはねこれ空気に触れている間にどんどんアクが回っていくので、空輸に時間がかかる分、当然ね、国産のたけのこの方が風味は豊かですと。もちろんね国産でも売れ残ってしまっているたけのこなんかはどんどんアクが回っていくので、だからその辺はね、鮮度を見てご購入ください。たけのこのね鮮度の見分け方としては、まずね第一にこの芽ね、ここがねどんどん成長するにつれて緑色になってくるので、緑色に成長しきっていないものの方が、土の中でね取られたたけのこと。もう一つ見分けるポイントとしては、この断面、この裏の断面を見て、まだ白いもの、ここがね時間が経つと乾いていたりだとか、あともう黒くなってきてたりだとか、そういったことがあるので、その辺をね参考に、たけのこは仕入れてみてくださいなと。たけのこの皮ってこう上からだと結構ね剥きづらくて、こう力を入れて爪を引っ掛けてもなかなか剥けなくて、たけのこの葉がねこう互い違いにこう組み合わさっているので、この葉の縁を見つけて縁から外すと、こういった形で力を入れずとも簡単に外せますので、なんかね今まで力ずくで剥いていた方はこんな剥き方もあるよと、こうすればねスルッと力を入れずとも剥けますので、下処理ができましたらここからぬかで茹でていきますと。
アク抜きをしていくんですけれど、入れるねぬかの量は、この程度、なるべく大きめの鍋を用意して、ここにたけのこを入れて火にかけます。ぬかでなくても米のとぎ汁なんかでアクを抜いたりだとか、あとね昆布を入れてアクを抜く方法もあるんですけれど、基本的にこれたけのこってね、自分で掘らずに市場だとかスーパーで買う場合はもう取れてから12時間以上経過してる場合が多いので、その場合はねもうこれたけのこにアクが回ってえぐみが出てしまっているので、米ぬかでねアク抜きをした方がしっかりとアクが抜けて美味しく食べれるのかなと思いますかね。これたけのこってこのイボがあるじゃないですか。このイボが赤くなっているようなやつはもうたけのこ自体が結構ね筋っぽくて硬い場合が多いので、その場合はこのアク抜きのね時間を長めにとってくださいと。で今回みたいにねこういった手のひらサイズのたけのこの場合は30分から40分程度、沸騰してからグツグツ炊けばいいのかなと。30分ほど経ちましたと、いつ火を止めればいいのかと言いますと、これはねこのたけのこに、こういった形で串を刺してみて、でスッと入るようならしっかりと中まで火が入ってますんで、そうしたら常温に冷ましますと。これ常温に冷めましたら、今度このたけのこにはぬか臭さが残っているので、今度はこれねたけのこを水にさらしてぬか臭さを抜きますと。これ水はね人によってなんですけど、僕は1時間程度さらしたらそのままだしで炊き始めてしまいますかね。人によってはぬかに半日つけておいたりだとか、あとねこっちの真水に1日つけておいたりするんですけれど、僕はね1時間程度さらしてそこから料理し始めてしまいますかね。水にね十分さらしましたら、ここからね皮を剥いていくんですけれど、皆さん思うのはこれ皮ってどこまで剥きゃいいんだということだと思うんですよ。で基本的にねこの茶色く色が変わっている部分は基本的にはね筋が強くて食べられない部分ですと。こうやってね剥いていきますと、だんだんと下半分は白くて、でこの上が黒いという状態になってきますと。この状態になった時に白い部分というのは姫皮といって柔らかくて美味しく食べられるんですよ。この上のこの黒い部分は筋っぽくて食べることができない、そういった状態になりますんで、ある程度たけのこを剥いたら上の黒い部分を切り落としますと。残ったこの部分は美味しく食べられる部分ですと。この部分は剥いていけばわかるんですけれど、どこまで行っても結構黒いものが残るんですよね。これね映像だと分かりにくいかもしれないんですが、試しに食べれば分かるんですけれど、どんなに内側に行こうとも結構硬い。中心まで行くとこういった形に残ると思うんですけれど、これね見た目は柔らかくて美味しそうなんですけれど、実際に食べるとねここはかなり硬いので、もしねこれ食べるとしたらこの先端の部分を切り落とした、この程度きめ皮として美味しく食べられる部分ですと。こういった皮の、下側ですよね、この部分はかろうじて柔らかく食べられるかなと。上をねこのぐらい切り落とした中の過食部分っていうのはほとんど取れないので、これはねここだけ集めてごま和えだとかね、木の芽和えだとか適当に和え物でも作ってつまむのがいいんじゃないかなと思いますんで、その辺はねお好みで、召し上がってください。皮を剥いたら今度このね下の部分のイボイボを掃除しますと。このイボはねこれ竹串だとかでひっかいて落とす方もいるんですけれど、僕はね包丁でこういった感じで剥いてしまいますかね。硬さを見てって感じですよね。本当に柔らかいタケノコだったらこの下の部分も柔らかくなっているので食べられるんですけれど、ある程度ね日が経ってしまっているものは
この底の部分はだいぶ硬くなっているので、そういった場合は包丁で削り取ってしまってくださいと。であとね、この底面、こんな感じで薄く切り落とせば、残った部分がたけのこの過食部分ですと。なんでぬかで茹でるとたけのこのアクは抜けるんだという話なんですけれど、たけのこのねアクっていうのはね、主にシュウ酸という物質だと言われていまして、シュウ酸って水に溶け出すんですよ。ただ水だけでたけのこを湯がくと、水に溶け出したシュウ酸がまたね、たけのこの中に戻ってしまうと。でこれを米ぬかと茹でると、水に溶け出したシュウ酸をこの米ぬかのカルシウムが結合してたけのこの中に再び戻らないようにすると、なんかそんな効果があるなんて言われていまして、だから米ぬかで茹でるとたけのこのアクが抜けると。たけのこを剥くことができましたら、今度はこのねたけのこの根に近い部分と、この穂先に近い部分と、この2つで切り分けますと。で大体ね、僕の場合はこういった形で根元から1センチぐらいを切り落として、最初に言ったねこの部分が硬い部分なので、この部分は焼きで使いますと。こちらの穂先の部分、こちらを若竹煮にしますと。で若竹煮にするときは、4等分でも6等分でも食べよい大きさに切ってだしで、含め煮にしていくと。こっちのね上半分が柔らかい部分で、こちらの下半分がこの硬い部分と。まずは最初この穂先の部分を使って若竹煮の作り方を紹介しようかと思いますと。若竹煮なんですけれど、最初にねたけのこだけ、味を入れて、その後にわかめを合わせて、さらに炊いてという形で作っていきます。まずはねかつおだしですね。昆布とかつお節で取っただしに、味をつけて、このだしでたけのこを炊いていきます。で味付けはだしにこちら薄口醤油、みりんですね。ちょっと薄めのおひたしぐらいのイメージで味を入れて、あと好みでお酒をちょっと加えてもと。このだしにたけのこを入れて火にかけますと。でたけのこはねこれ繊維質で味が入りにくいので、40分ほど火にかけて、じっくりじっくり味を入れていくと。30分経ちましたと。そうしたらここで、一旦火を止めます。もちろんこのまま地につけて冷ましてもいいんですけれど、もしここでねもう一仕事するのであれば、追いがつおといって、こんな風にね、ペーパーにかつお節をくるんで、これねタコひもでもいいですし、綺麗に洗った輪ゴムでもいいので、ちょっとパックを作って火を止めたたけのこに、追加でかつおの風味を足すと。こうすると非常にねかつおの出汁の濃い風味の強いたけのこになりますので、こんなね仕事もありますよと。この状態で、1時間ほど味を落ち着かせれば美味しいたけのこができると思いますんで、そうしたらこれを最後わかめと合わせて若竹煮にしますと。若竹煮はね十分に味が馴染んだら、必要な分だけ別の鍋に移してだしを加えて、わかめを適量合わせて、火にかけると。わかめはねこの時期は生のわかめが流通しますんで、できれば乾燥わかめではなく生わかめを使うと良いのかなと。だしはずっと煮詰めていくと味がどうしても濃くなりすぎるので、もしねちょっとだし少ないかなと思ったらたけのこを煮た
もうすでにね味付けしてあるだしではなくて、味のついていないだしをちょっと加えて火にかければ良いのではないかと思いますんで、わかめはすぐに火が入りますんで、わかめに火が入ってたけのこが温まれば食べ頃なのではないかなと。で盛り付けはこれ特に考えることもなく、もう普通にねわかめを盛ってたけのこを盛ればそれなりにね形になるかと思いますんで、ちょっとだしを加えてと、当然ながらね、菜の花だとか山菜だとかの、こういった春野菜を一緒に盛り付けても、美味しく食べられますので、好みで盛り付けてくださいと。たけのこってね木の芽という、これ山椒の芽なんですけれど、木の芽とも非常に相性がいいので、もしね山椒苦手でなければ木の芽も一緒に盛り付けると美味しく食べられるんではないかと思いますんで、若竹煮の完成でございますと。続いてこっちね、このたけのこの根元、この根元はどうしても繊維が硬いので、これから焼いていくんですけれど、まず焼く前にね、こういった形で、包丁目を入れますと。表に入れたら裏にも包丁目を入れるんですけれど、表をこう縦と横に入れたじゃないですか。で裏も同じ向きで入れると裏と表がつながって切り離してしまうので、だから表をねこういう向きで入れたのなら、裏はこういう斜めの向きに目を入れますと。こうすると裏と表がつながっても切り離さずに済むので、互い違いに目を入れると、これね醤油だけでもいいんですけれど、今回は醤油とみりんを同割りで合わせたタレを表面に塗って、このタレね10分ほどで馴染むと思うので、全体にこの醤油が馴染んだらあとは焼くだけと。で焼く時はオーブンでも何でもいいんですけど、今回はね魚を焼く用のこういう下にねこう石みたいなのがくっついている網でちょっと焼いてみようかなと。醤油とみりんは当然ながら焦げやすいので、焼きすぎには気をつけて焼いてくださいと。先ほども若竹煮で使ったんですけれど、木の芽、これね木の芽をこういった感じで叩いて焼きたけのこの表面にまぶせば、木の芽焼きとなりますんで、もしね木の芽お好きでしたら、これね焼き上がりに、木の芽をまぶせば、木の芽焼きとなりますので、こういったね、食べ方をしても美味しいのかなと。あとはねこれねフライパンで普通にバターで焼いて、たけのこのバター焼きみたいなものを作っても美味しいので、その辺はお好みでお作りくださいと。はい、ということで、今日はたけのこのアク抜きと、若竹煮の作り方と、あとねこの最後たけのこの硬い部分を使った干物の紹介でございましたと。手はかかるんですが季節ものなので、ぜひぜひ、お試しくださいませということで、本日は、以上でございます。